皆さんこんにちは。卓球解説動画へようこそ。ケンジです。こんにちは、みさきです。今回は卓球プレイヤーなら誰もが一度は悩む力みの解消と打球インパクト時の呼吸法について運動生理学や神経筋制御の観点から深掘りした最新レポートを解説していきます。いやー、みさきちゃん、力を抜けって指導者から100万回くらい言われますけど、これが一番難しいんですよね。試合で緊張すると肩が上がっちゃってラケットが振れなくなったり、一発打った後に戻りが遅くて次のボールに反応できなかったり。まさにそうですよね。でも今回のレポートを読むと、力みを防ぐ、リラックスするというのは根性論やイメージの問題ではなく、体の生理的な仕組みを正しく利用した科学的理論的なテクニックであることがよくわかります。科学的、そういうの大好きです。具体的には打球インパクトの瞬間に意識して息を吐くという手法について徹底的に解析されているんですよね。その通りです。単に息を吐くだけでなぜ無駄な過緊張が防げて、しかも打球のパワーまで上がってしまうのか。自律神経系や筋紡錘の反射、バイオメカニクス的なエネルギー伝達まで理由がすべて解明されています。息を吐くだけでパワーも出て脱力もできるなんて夢のような話じゃないですか。今回はこのテーマについて前編を通して分かりやすくテンポよくお届けしていきますので、ぜひ最後までじっくりお付き合いください。それでは早速解説に入りましょう。さて、みさきちゃん、まずは今回のレポート全体の重要トピック、いわゆるエグゼクティブサマリーとしてどんな発見やポイントがあるのかをギュッとまとめて教えてもらえますか？はい。まず結論から言うと、打球インパクトの瞬間に意識して息を吐くというアプローチは、運動生理学及び神経筋制御の観点から極めて合理的であり、理論的に完全に正しいということが実証されています。主なポイントは大きく分けて4つあります。ほう、4つのポイント、順に教えてください。1つ目は自律神経による筋トーンのコントロールです。息を吐く呼気動作は副交感神経を活性化されるため、打球の瞬間に息を吐くことで一打ごとに筋トーン、つまり筋肉の基本的な緊張度を急激に低下させる生理的リセットが可能になります。なるほど。息を吐くことで自律神経を介して勝手に筋肉がリセットされるわけですね。2つ目は全身的筋弛緩法 PMR の動的応用です。筋肉を強く収縮させた直後に息を吐いて脱力すると、収縮前よりも深い弛緩が得られるという神経反射、ポストアクティベーションインヒビションが発生します。これが打球後の素早い戻りを生み出します。打った直後に自動的に脱力スイッチが入るようなイメージですね。3つ目はバイオメカニクス的パワーの向上です。アンファーの解説記事やフィジオフ効果の解説資料などでも言及されていますが、呼気や瞬時発生、シャウト効果を伴うことで、最大筋収縮速度が約 9% 増大し、筋パワーが約 14.6% 向上します。さらに腹腔内圧 IAP が高まると体幹が安定し、キネティックチェーン、つまり運動連鎖がスムーズにつながります。力みが抜けるだけじゃなくて、打球パワーが 14.6% もアップするんですか？これはすごすぎる。最後の4つ目は高速ラリーに合わせた呼吸プロセスの最適化です。静的な深呼吸ではなく、シュやハッといった微小で鋭いパルス状の呼気を行うこと。さらに火力レベルを 100% ではなく2から3程度に抑えることで、息止め、バルサルバ効果による弊害を防ぎ、持続可能な高速ラリーに対応できるという点です。なるほど。力みの解消、戻りの高速化、パワーアップ、そして実践的なパルス状呼吸。これらについてここからさらに掘り下げていこうというわけですね。それじゃあ各論に入っていきましょう。まず卓球において力みがなぜこれほど大きな問題になるのか、その理論的背景から教えてもらえますか？卓球という競技は相手の打球から自分のコートにボールが到達し、それを打ち返すまでの時間がわずか数百ミリ秒という超高速の世界で展開されますよね。コンマ数秒の判断と動作が求められますからね。そうなんです。そのため競技中に連続する緊張と弛緩のサイクルを神経系や筋紡錘の反射基準にうまく適合させることが不可欠なんです。しかし試合の緊張感やストレスがかかると、人間の身体は自然と防御態勢に入ってしまいます。肩に力が入ってカチコチになっちゃうやつですね。まさにそれです。筋肉がずっと過緊張状態、力み状態のままだと、次のボールに対する可動域が狭まり、フットワークも鈍くなり、打球後の構え直し、いわゆる戻りが致命的に遅れてしまうんです。だから力を抜けと言われるわけですが、ただ脱力しようと思ってもなかなか抜けないんですよね。そうなんですよ。リラックスしようと意識すればするほど、逆に意識が筋肉に向かって硬くなってしまうこともあります。だからこそ心理的メカニズムである呼吸と筋肉の収縮弛緩を連動させることが唯一にして最強の解決策になるというのがこのレポートの出発点なんです。なるほど。意識で無理やり脱力するんじゃなくて、呼吸を使って生理的に脱力させるわけですね。
自律神経と呼吸って具体的にどうつながっているんですか？人間の自律神経系と呼吸運動は切っても切れない相互依存の関係にあります。運動生理学的な基本特性として、息を吸う、吸気動作的は交感神経活動が優位になり、息を吐く、呼気動作時は副交感神経活動が高まるという性質を持っています。吸うと交感神経がオンになって、吐くと副交感神経がオンになる。その通りです。交感神経は身体を活動モードや戦闘状態にする神経で、筋肉のトーン、つまり緊張度を高める働きをします。一方で、副交感神経は身体を休ませたりリラックスさせたりする神経で、筋トーンを低下させる働きをします。ということは、息を吸っている時や息を止めている時は筋肉が固まりやすいモードになっているということですか？まさにその通りです。卓球レディースの心と体の緊張をほどく卓球の呼吸トレーニングという記事でも解説されている通り、緊張した場面では呼吸が浅く速くなったり、無意識に息を止めたりしがちです。これが交感神経の過剰な興奮を招き、全身の骨格筋を過緊張状態に陥らせてしまう原因なんです。なるほど。じゃあ打球に合わせて息を吐くというのは、交感神経の暴走を抑えて副交感神経のスイッチを入れる作業なんですね。卓球の試合中に交感神経が過剰に優位になっちゃうと、具体的に身体にどんな悪いことが起こるんですか？卓球のようにボールの来航から打球までの時間が数百ミリ秒単位で推移するスポーツにおいては、呼吸が止まった状態や浅く速い吸気が計測することが一番の敵になります。呼吸が止まったり、ハーハーと浅く吸い続けている状態ですね。はい、その状態が続くと交感神経の興奮が持続してしまい、特に肩関節や前腕周りの骨格筋が持続的に収縮・硬化します。その結果、関節の可動域が著しく制限されてしまうんです。可動域が制限されると、自分の思ったところにラケットが出なくなったり、スイングが小さくなったりしちゃいますね。そうなんです。さらに筋肉が硬直していると、相手の球種変化やコースの変化に対して微調整が効かなくなります。手首や肘の柔軟な対応ができなくなってしまうんですね。だから試合で焦るとネットミスやオーバーミスが急激に増えるわけだ。交感神経が興奮しっぱなしだと身体がフリーズしかけているような状態なんですね。そこで登場するのが、打球の瞬間に意識して息を吐く呼気動作というわけですね。はい。打球動作に合わせて意識的に息を吐き出すアプローチは、一打ごとに副交感神経系への自律神経刺激を与えることになります。これによって急上昇した筋トーヌ、筋肉の基本的緊張度を速やかに低下させる生理的リセット機構として作用するんです。一打ごとにリセットボタンを押しているようなものですね。いい表現ですね。日本スポーツ振興センターのメンタルトレーニング技法に関する資料でも、自律神経の調整による緊張コントロールの重要性が強調されています。インパクトの瞬間に意識的な呼気を差し込むことで、交感神経の過剰な上昇がその都度抑えられます。なるほど。一打一打リセットされるから、打った後の構え直しや筋肉の置換が意識しなくても滑らかに行われるようになるんですね。そうなんです。息を吐くことで、打球という緊張フェーズから戻りという置換フェーズへ生理学的にスムーズに移行できるようになるのが、このメカニズムの大きな強みです。レポートの中には、全身的筋弛緩法という言葉も出てきましたよね。これ PMR って呼ばれているやつですが、どんな原理なんですか？全身的筋弛緩法、プログレッシブマッスルリラクセーションは、クリン食心理学やスポーツ心理学で非常に広く活用されているリラクセーション手法です。アンファーの心の緊張を取る、力を抜くだけのリラックス法、筋弛緩法という解説記事や、TKS グループ憲法のリラクセーション法の資料などでも詳しく説明されています。具体的にはどういうやり方なんですか？あえて筋肉にギュッと意図的な強い収縮、力を入れる加えた直後に息を吐きながら一気に脱力するという方法です。そうすると不思議なことに、収縮を加える前の状態よりもさらに深い弛緩状態、リラックス状態が得られるという神経反射の仕組みを利用しているんです。あ、手とか肩に思いっきり力を入れてギュッと縮めてからはーっと力を抜くやつですね。そうです。人間は普通にリラックスしようとするよりも、一瞬思いっきり力を入れてから抜く方がはるかに筋肉を緩めることができるんです。この現象をポストアクティベーションインヒビション、収縮後抑制と呼びます。
なるほど。でも PMR って普通は静かな部屋で座ったり横になったりしてやるイメージがありますけど、それが卓球の打球動作とどうつながるんですか？卓球の打球動作は、この全身的筋弛緩法のメカニズムを動的に応用したものと捉えることができるんです。動きながら PMR をやっているようなもの？そうなんです。卓球のスイングを分析してみましょう。まず打球前のテイクバック時には最小限の筋活動、つまり脱力状態を保ちます。そしてインパクトの瞬間にだけ一瞬ラケットを握り込み、体幹からの運動エネルギーをボールに伝達させますよね。はい、インパクトの一瞬だけキュッと力を入れます。その瞬間の短い収縮と同時に息を吐く、呼吸を合わせるんです。するとインパクトが終わった瞬間にまさに PMR と同じ一瞬の強収縮と呼気という条件が揃い、打球直後に深い脱力、リカバリー状態へ自然に移行するんです。うわー、完璧な組み合わせじゃないですか。打球時の一瞬の火力と呼気がそのまま次の動作のための PMR 全身的筋弛緩のスイッチになっているんですね。美咲ちゃん、そのポストアクティベーションインヒビションについて神経のレベルで身体の中で何が起きているのかもう少し詳しく知りたいです。わかりました。インパクトの瞬間に一瞬強い筋収縮が起こり、同時に息を吐くと筋肉の中にある筋房水や腱の中にある腱器官というセンサーが反応します。筋房水と腱器官、センサーですね。はい。これらは筋肉の伸び縮みや張力を感知して過度な負担から身体を守る働きをしています。インパクトでの一時的な収縮と呼気が組み合わさると、これらのセンサーから脊髄を通してもう筋肉を緩めて大丈夫だよという抑制性シグナル、ブレーキの信号が急速に活性化するんです。神経系から緩めっていう指令がダイレクトに出るわけだ。そうです。これがポストアクティベーションインヒビション、収縮後抑制です。この抑制性シグナルが発動することで打球前の状態を上回る深い脱力が実現します。だからこそ打球後に自分の意思で力を抜こうと頑張らなくても、神経反射の力で勝手にリセットされて次の構えに戻れるんです。自分の意識じゃなくて神経の自動ブレーキシステムを利用しているから確実なんですね。ここまでは脱力やリラックスな話でしたけど、レポートを読むと息を吐くことは打球のパワーそのものも上げるって書いてありますよね。そうなんです。ここがまた非常に面白いポイントです。打球インパクトでの呼気運動は単に筋肉を緩める準備動作だけでなく、運動出力そのものを向上させる生理学的なメリットがあるんです。運動出力が上がる。具体的にどれくらい上がるんですか？フィジオフ効果の解説資料、発声とパフォーマンスの関係性に示される運動生理学の実験データによると、息を止めたり声を出さなかったりする状態と比較して、呼気や発声、いわゆるシャウト効果を伴うパフォーマンスでは、最大筋収縮速度が約 9% 増大し、筋パワーが約 14.6% 向上することが確認されているんです。最大筋収縮速度が約 9% アップ、筋パワーが約 14.6% アップ。数字で見るとすごい効果ですね。そうなんです。テニス選手や重量挙げの選手が打球や上げる瞬間にハッと声を出したり息を吐いたりしますよね。あれは気合だけでなく、生理学的に筋出力と収縮速度を爆発的に高める理にかなった行動なんです。卓球でも全く同じ効果が得られます。息を鋭く吐くことでなんでそんなにパワーが上がるんですか？お腹の中では何が起きているんでしょう？キーワードは腹内圧 IAP と深層体幹機能インナーマッスルです。腹内圧 IAP ですね。インパクトの瞬間に短く鋭く息を吐き出すと、お腹の深層にある腹横筋や横隔膜といったインナーマッスルが一瞬で同調して素早く収縮します。これによってお腹の中の圧力である腹内圧が適正に一気に引き上げられるんです。お腹の中に体幹の体圧サポーターが一瞬で装着されるような感じですね。素晴らしい例えです。YouTube チャンネルインスタントゾーンの動画、卓球 100% 超の力を引き出す呼吸法でも、呼吸によって体幹の出力を引き出す重要性が解説されていますが、 IAP が高まることで体幹、胴体部分がカチッと固定され、ぶれない軸が完成します。体幹がしっかり安定するから、手先だけで振らなくても体全体のパワーがそのままボールに伝わるわけですね。体幹が安定すると下半身から手先への力の伝わり方、いわゆるキネティックチェーンも変わってくるんですよね。まさにそこが重要です。キネティックチェーンとは運動連鎖のことで、地面を蹴った下半身の力が腰、体幹、肩、腕、そしてラケットへと順々に伝わっていく仕組みのことです。
手打ちにならないための大事な連鎖ですね。はい。息を鋭く吐いて腹腔内圧が高まると、下半身と上半身をつなぐ体幹部分でエネルギーが漏れなくなります。これにより、下半身や体幹で発生した巨大な運動エネルギーが、ロスなく上肢やラケットへと伝達される強固な運動連鎖が形成されるんです。なるほど。体幹がグラグラしていると、せっかく下半身で生み出したエネルギーが途中で逃げちゃいますもんね。そうなんです。結果として腕の力、つまり末梢の腕力だけに頼る必要がなくなります。腕の力を抜いたまま、体幹の運動連鎖だけで重くて速いボールが打てるようになるので、手打ちによるミスや力みから完全に解放されるというわけです。ここからはラリー中の一連のプロセスをフェーズごとに分けて身体の状態を分析していきましょう。レポートには3つのフェーズに分けた表がありましたね。まず最初の準備予測フェーズから教えてください。はい。まずボールが相手コートにあって自分のところに飛んでくるのを待つ予測する準備予測フェーズですね。この時の呼吸状態は自然な微吸気または補呼吸。静かに息を止めるのではなく自然な呼吸の維持です。吸うか吸わないかくらいの自然な状態ですね。自律神経や筋トーンはどうなっていますか？このフェーズでは副交感神経のレベルを維持し、視覚や触覚などの感覚受容感度を高く保つことが目的です。そのため筋緊張度、つまり筋トーンは最小限、つまりベースラインの脱力状態になります。リラックスして相手のボールをしっかり観察している段階ですね。運動力学的な目的は何でしょうか？レッドブルのスポーツのパフォーマンス向上に役立つ呼吸法をおすすめ3選などの知見にもある通り、準備段階での脱力はフットワークの機動性を確保し、相手の打球の回転やコース変化に素早く適応することに不可欠です。いつでもどこへでも動ける準備状態を作るフェーズですね。続いて、ボールを引きつけて打つ瞬間のインパクトフェーズです。ここが一番の核心部ですね。呼吸状態は鋭い呼気、つまりシュやハッといった瞬時の吐き出しや微小な発声を行います。この時、自律神経や筋肉はどう変化しているんですか？一時的な交感神経スパイク、瞬間的な高まりが起こり、運動単位、モーターユニットが一斉に同調します。筋トーンはこの一瞬だけ必要最小限の火力として高まります。全身をカチコチにするんじゃなくて、必要最小限の収縮で鋭く息を吐く。その通りです。運動力学的な目的は先ほど説明したキネティックチェーン、運動連鎖によって体幹のパワーをロスなくラケットへ伝達すること、そして正確なラケット角度、面構成を保つことです。一瞬の集中力とパワーを爆発させるフェーズですね。そして3つ目が打った後の復帰戻りフェーズですね。はい、インパクトが終わった直後のフェーズです。呼吸状態は呼気完了およびその余韻の継続です。息をしっかり吐き切っていくプロセスですね。ここで自律神経や筋肉には何が起きるんでしょう？ここで急速な副交感神経優位が発生します。パート7と8で解説した全身的筋弛緩法パーマール効果が発動し、筋トンは急速な弛緩、つまり打球時の過緊張が完全に解除されます。打球の瞬間にギュッと力を入れて息を吐いたからこそ、打った直後に一気に筋肉が緩むわけですね。まさにそうです。この急速な脱力があるからこそ、タクティカルな目的である持球に対する構えの再構築、戻りが素早く行われ、打球後も頭部や視線がぶれずに安定するんです。この3つのフェーズがスムーズに循環することが卓球の理想的なラリー動作なんです。美咲ちゃん、呼吸法というと一般的な腹式呼吸や深呼吸を思い浮かべる人も多いと思うんです。でも、卓球の試合中に深呼吸ってできますか？すごくいい質問ですね。実はそこが多くの選手が勘違いしやすいポイントなんです。メンタルトレーニングなどで使われる一般的な腹式呼吸法は、吸気に対して呼気の時間を2倍以上に伸ばす静的なプロトコル。例えば、1対2の呼吸比率などが基本です。1秒吸って2秒吐くみたいな落ち着くための深呼吸ですね。はい、これは試合前やベンチ休憩時に副交感神経を優位にし、心拍数を下げる目的には最適です。しかし、これを高速ラリーが展開されている最中にそのまま適用しようとすると、ラリーのテンポと呼吸の周期がずれてしまい、動きが遅れたりギクシャクしたりする大きなリスクがあります。確かにラリー中に吸って吐いてなんてゆっくりやってたらあっという間にボールが通り過ぎちゃいますよね。
そうなんです。実践ラリーで求められるのは、ロングスパンの静的な深呼吸ではなく、スイング動作のスピードに完璧に同期させた微小かつ鋭い呼吸、いわゆるパルス状の呼吸なんです。パルス状の呼吸。はい、インパクトの瞬間にシュッやハッと短く吐き出す動作ですね。これによって呼吸のタイムラグをゼロにしつつ、自律神経の抑制フィードバックと筋収縮速度の向上を同時に達成できるんです。逆に強いボールを打とうとした時に無意識に息を止めて力む選手も多いですよね。レポートではこれをバルサルバ効果や閉鎖性呼吸と呼んで解説していましたが、これにはどんなデメリットがあるんですか？ナイキの解説記事、ブレスワークとは、スポーツのパフォーマンス向上にどのように役立つかを解説などでも触れられていますが、息を完全に止めて力を入れる行為は、バルサルバ法、バルサルバ効果と呼ばれます。ウェイトリフティングで重い重々を上げるときなんかに息を止めるやつですね。そうです。重いものを持ち上げるような静的な筋力発揮では、胸腔内圧を高めて体幹を固定するメリットがあります。しかし、卓球のような速い連続動作で息止めを行うと、胸腔内圧が過剰に上昇し、肩関節や頸部、首周りの骨格筋に持続的な投射性収縮、力が入りっぱなしの状態が残ってしまうんです。肩や首に力が入りっぱなしになっちゃう。はい、その結果、インパクトが終わっても筋肉が緩まず、打球後の構え直しや戻りが著しく阻害されてしまいます。一発は強い球が打てても、次の球に対応できなくなる典型的な原因が、この息止め、バルサルバ効果なんです。息止めを防いでスムーズな戻りを実現するためには、インパクトでの力の入れ加減も大事になってきますよね。その通りです。テルクラブの解説記事、卓球、力を抜いてスイングする脱力の方法や、アマチュア卓球上達塾の脱力のすすめでも詳しく提唱されていますが、インパクト時の火力レベルは限界値の 100% ではなく、10段階評価で2から3程度、つまり必要最低限のラケットも握り込みに抑えることが推奨されています。10段階でたったの2、3でいいんですか？もっと全力で握りつぶすように打つのかと思ってました。100% の力で握ってしまうと、まさにバルサルバ効果で筋肉がロックされてしまいます。スイング全体は脱力感を保ち、力を抜いた状態でラケットを素早く振り抜き、インパクトの瞬間だけ微量、レベル2から3の火力と鋭い呼吸を合致させるんです。スイングのスピード自体は速くして、握る力は2、3に抑えつつ、シュッと吐く。素晴らしい理解です。この運動パターンを身につけることで、関節の柔軟性を全く損なうことなく、打った直後に完全なリラックス状態へ瞬時に再構築できるようになります。みさきちゃん、ここまで本当に奥深い解説をありがとうございました。ここで一度今回のレポート全体の結論と競技パフォーマンスへの示唆をまとめて整理してみましょう。はい、打球インパクト時に意識的に息を吐くことで、打球以外の局面での筋肉の緊張状態を緩和するというアプローチは、運動生理学、神経筋制御、そしてバイオメカニクスのあらゆる理論に裏付けられた極めて正当で強力な手法です。改めてそのメカニズムを整理するとどうなりますか？効果のメカニズムは主に3つの複合作用です。1つ目は、呼吸運動がもたらす副交感神経刺激による自律神経のリセット。2つ目は、全身的筋弛緩法に類似した収縮後の反射的弛緩、ポストアクティベーションインヒベーション。3つ目は、腹腔内圧の上昇による体幹安定化と末梢筋、腕などの脱力促進です。この3つが同時に働くからこそ、単なる精神論ではない圧倒的な脱力効果と打球パフォーマンスが得られるんですね。まさにその通りです。実践に適用する際は、静的な深呼吸とは区別し、スイングに同期した短く鋭い呼気パルスを習得すること、そしてインパクトでの火力を最小限、レベル2から3にとどめる出力調整を意識することが成功のキーポイントになります。いやー、今回のレポートの解説を通して、卓球における力みの正体と、それを解決する呼吸と脱力のメカニズムが完璧につながりました。本当にそうですね。日々の卓球練習や基本打ちのデカでも、インパクトの瞬間にシュッと短く息を吐き、打った瞬間にスーッと力が抜ける感覚を意識してトレーニングすることで、ラリー中の過緊張が排除され、
人だごとの素早い復帰動作と持続可能な高いパフォーマンスが手に入ります。皆さんもぜひ次回の練習からこのパルス状の呼気と火力2、3の脱力スイングを取り入れてみてくださいね。自分の体が驚くほど火力動き出すのを実感できるはずです。動画の中でご紹介したアンファーの筋弛緩法記事、日本スポーツ振興センターの資料、フィジオ福岡、卓球レディース、テルクラブ、アマツア卓球上達塾、レッドブル、YouTube のインスタントゾーン、ナイキの解説など様々な分野の知見がこの理論を強力にバックアップしています。ぜひ知識としても深めてみてください。身体の仕組みを味方につけて楽しくスムーズな卓球を目指していきましょう。それでは今回の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。